リュクです。今日はホリックからこのワンというバックパックをご提供いただいたのでレビューしていきます。送ってもらってから数ヶ月間このバックパックを使ってみてかなり面白いなって感じた部分と、使ってみてここはいまいちだなと思った点も出てきたので、それぞれ喋っていきます。それでは行ってみましょう。まずはこのホリック1について簡単におさらいしていきます。ホリック1は衣類の圧縮機能と独自のスペース分割機能を用いて大容量かつコンパクトな使用感を実現したバックパックです。旅や仕事、アウトドアシーンまで幅広く使えて、容量は28リットル、重さは 1.4kg で、各部には YKK ファスナーやコーデュラポリエステルといった部材が使用されています。それでは早速使ってみて良かった点から話していきます。まず最初はこのトップポケットについてです。このトップポケットは比較的浅くて、しかもここに小物収納が結構充実していて、すぐに取り出したいものをここに入れておくと非常に重宝します。一般的なバックパックのこのトップコンパートメントは結構小さい容量のモデルが多いんですが、このホリック1の場合は深さでいうとここまでで、厚みがなんとカバンの半分以上占めているので、かなりガバッと開いて、かついろんなものを入れることができます。こういったポーチやサングラス、モバイルバッテリーなんかを入れても全然余裕なぐらい大容量です。またこのバックパックの特徴でもあるこちら側とこちら側両方に芯材が入っていることで、こっちの衣類スペースに荷物をたくさん入れていてもここの部分が圧迫されにくいので、荷物がパンパンに詰まってるせいで手が入れづらいみたいなことは発生しません。地面に置いてカバンから物を取り出す際にこのトップポケットは一番アクセスしやすい場所なので、この容量がめちゃくちゃでかいっていうのは非常にいいポイントだなと思いました。次の良かった点がこの衣類スペースに芯材が入っているというところです。先ほども言った通り芯材が入っているので、トップポケットだったりサイドからアクセスできるこっちのスペースにこのメインの収納の荷物が圧迫することがありません。このバックパックはこの衣類スペースをギュッと圧縮することを想定されているので、通常のバックパックでこういう圧縮機構がある場合は外側が押されてコンパクトになる反面、中側に荷物がせり出てしまってバックパック全体の使い心地が悪くなってしまうという傾向があるんですが、このバックパックはこの圧縮機構を前面に押し出してるだけあって硬い板で覆われているので、この部分でがっちりガードしてくれています。あとはこの芯材は取り外せるので、この圧縮機構を使わないよっていう人はここを取り外して軽量化することで、このバックパックを自分のスタイルに合った形で使うこともできるかもしれません。この圧縮機構はよくある360度ジッパーを開けて街を広げるタイプの機構なので、ここを圧縮するスペースとしてではなく拡張スペースとして使いたいみたいな人は、この衣類が中に向かって押し出されることが少ないと思うので、この芯材を抜いちゃってこう軽量化した上でこうたくさん荷物を詰めるみたいな運用も面白いかもしれません。次に良かった点はこのプルの引きやすさです。全てのジッパープルにホリックって書いてあるオリジナルのジッパープルが付けられていて、この持ち心地というか滑りづらさ、ホールド感みたいなのがすごく良かったです。このバックパックは全体的に10号の太めの YKK ジッパーが使用されているようで、結構引く時に力がいります。ですがこのジッパープルのおかげで普通のバックパックの細いファスナーとそんなに遜色ない使用感になっているなと思いました。こういった側面のポケットなんかは結構いかにクイックにアクセスできるかっていうのが求められる場所なので、このジッパープルは非常にいい工夫だなと感じます。次にいいなと思った点が自立させた時の安定性です。何回も言ってますが、こっちとこっち両方に芯材が入っているので、置いた時にかなりしっかりした箱のような感じで安定します。逆に横に置いた時も同じように安定するので、この安定感は他のバックパックにあまりないんじゃないかなと思いました。ここまでが良かった点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。
少し気になるなと思った点の1つ目は、こういった長物の収納に困るというところです。このバックパックはこうトップポケットと下の収納、そしてこのボトルスペースに分かれていて、ここの一応長物を収納するポケットではあるので入らないことはないんですが、長さが結構この辺までと限られているので、こういったオートクロージャーのついてる折りたたみ傘だったり、これよりもっと大きめの傘を使ってる人なんかは結構収納するときに使いづらいんじゃないかなと思います。あと横に収納するにも若干長さが足りなかったりするので、一番いい方法としてはこの衣類スペースにこういうのを入れちゃうことなんですが、このカバンの売りでもある圧縮機構を使ってるときは、このメインスペースを開けると結構閉めるのが大変なので、ここに頻繁に取り出す傘なんかを入れるのは圧縮機構とは共存しにくいなと思います。あと一応このカバンの底面にはこういったゴムバンドみたいなのが備わっているので、ここに固定できなくもないんですが、こんな感じで。ただこのゴムバンドが結構キックバックが弱いものというか、すぐに伸びてきそうな素材なので、これをずっとここに保持しておくのはあんまり現実的じゃないというか、結構スポッて抜けてなくなっちゃうんじゃないかなっていう不安があるので、個人的にはあんまりおすすめしないです。あとはやろうと思えばこういった三脚なんかもここにホールドできるとは思うんですが、これもさっきと同じ理由であんまりここにずっと保持されてるっていう自信が持てないこのゴムバンドの強さなので、これも長時間やっていると多分どんどん伸びてきちゃって、結構短い期間でここが使えなくなっちゃうんじゃないかなと思います。今ちょっと使っただけでも結構伸びちゃいましたね。この部分はこのバックパックの中で一番改善した方がいいなと思った点なので、もしこれの改良版を開発する予定がある場合は、こういったナイロン製の伸びないベルトにするとか、あとは再度伸縮性のポケットにしてそこに刺せるようにするとか、そういった改良もいいんじゃないかなと思いました。次に気になったポイントは、ここの圧縮のメリットが少し弱いなと感じました。ここの衣類スペース自体は12リットルあってかなり十分な容量なんですが、これを圧縮したからといってめちゃくちゃコンパクトになるかというと、シルエットが多少シュッとして見えるぐらいで、結構カバンがパンパンに張り詰めたようなシルエットになってしまいます。試しにこの無印のパッキングキューブ S サイズにタオルをパンパンに詰めた状態のものを2つ入れてみます。圧縮する前はこんな感じのシルエットです。圧縮した状態のシルエットがこんな感じ。どうですかね。確かにコンパクトにはなっていて、背負った感じ取り回しやすくはなってるんですが、この状態の見た目がスマートかと言われると、結構それは人によって好みが分かれるんじゃないかなと思いました。この部分ってもともとただの面の形だったので、ここを無理やり圧縮することによって結構生地が無理してるなっていう印象を受けます。特にこの端っこの部分なんかは細い線が入ってしまっていて、この部分の劣化を促進するんじゃないかなと思うので、僕個人としてはこのバックパックを長く使いたいので、この圧縮機能はあんまり使わないようにしようかなと思いました。あとこの機能の最大の弱点が、この圧縮をしてしまうとこのスペースにアクセスしにくくなってしまうというところですね。さっきこの折りたたみ傘の話をした時も言ったんですが、この状態の衣類スペースを開けると、上だけだったらなんとか閉じれなくはないですが、大きく開けてしまうとこの状態からもう一回閉めるのは結構力がいりますし、ホテル内とかでガバッと開いてる時はいいですけど、外でここ開けてしまうと結構台とかがないと閉めるのは大変なので、本当に一回入れたら取り出さないもののスペースとして活用するしかないかなと思います。そういう意味ではキャリーケース、ラゲージと同じような使い方ができるので、旅という用途には非常に合っているかもしれません。ただこのバックパックを普段使いする人だったり、
この衣類スペースを頻繁に使う人にとってはちょっとこの圧縮機能との兼ね合いというか、このバックパックの大きな目玉機能の一つであるこの圧縮機構と、その周辺の使用感のところのバランスは結構使っていて考えさせられるなと思いました。次の気になった点が内装が少し暗いという点です。色としてはちょっと暗めのグレーなので、黒よりは明るくて見やすいんですが、サイドのスペースなんかは奥が深いのとスペースの間地が狭いので、奥まで物が入り込んでしまうと結構見づらいなといった印象です。特にこういったワイヤレスイヤホンなんかはちっちゃいので中に沈み込んでしまうと結構取り出すのに苦労します。こういう明るい色のイヤホンだったらいいかもしれませんが、グレーだったり黒のワイヤレスイヤホン、黒い財布、黒いカードケースなんかを使っている人はちょっと取り出すのに苦労するかもしれません。次に気になった点がこのハーネスの形ですね。ちゃんと背負うと体にフィットするようにカーブがついているので非常に背負い心地はいいです。背面のクッションも結構分厚いので背負っていて肩とか背中が痛いなっていう印象はありません。ただ僕が気になったのはこのバックパックを普段使いする想定で、例えばこうやってちょっと緩い状態で使う時なんかはこのハーネスの形が特徴的なせいで結構ここの首のところに刺さります。ハーネスが緩いカーブというよりは結構角張って曲がっているので、この部分がちょうど上に来てしまうとここに刺さってしまうっていう感じですね。このバックパックは結構容量が大きいのもあってハーネスの幅がかなり広いです。なのでこのように緩く背負った状態で肩を動かす時なんかはこの首元にハーネスが迫ってきてしまうので、肩幅がちょっと狭い人だったり身長が小柄な人は緩く背負った状態で肩を動かすとここの圧迫感が気になるかなと思います。次に気になったのが PC スペースについてです。 PC スペースについてはここにクッション材が入っていたり緩いスペースの芯材ここでキープしてくれてるのでパソコン自体に非常に圧迫するってことはあんまりないんですが、もう少し PC を守る工夫がなされているといいかなと思いました。例えばこの底面、ここは底が上がっているわけではなくシンプルにこの下のところにちょっと薄めのクッション材が入っているだけなので PC をここに収納するときは下までついてしまいます。全体的にしっかりしてるバックパックなので比較的ガシガシ使えるとは思いますが、大きめの PC だったり重い PC を入れてるときはちょっと地面に置くときに気を使うなといった印象です。あとはこの中の収納がこの PC のメインの部分とこの1枚タブレットだったり雑誌だったりを入れるポケットがあるだけで小物ポケットとかは一切ないです。ここももう少し小物ポケットが入れられるとトップポケットとこの PC のテックポケットを使い分けられてより便利に使えそうだなと思いました。最後の気になった点はシルエットが少し大きく見えるというところです。このバックパックは基本的に結構四角めのデザインでこの表面の部分もフラットな布になっているので結構四角い箱のようなバックパックになっています。バックパックって結構不思議で、こういったサイズ感が一緒でもデザインが違うだけで四角いデザインのものよりもこういったちょっと丸みを帯びたデザインの方が小さく見えたりします。カバンそのものの大きさは特に大きすぎるっていうことはなく結構使いやすいサイズ感なんですが、形が四角いせいでどうしても大きく見えてしまうので、個人的にはこの四つ角にダーツが入っていた方がこの面の圧縮スペースにちょっとマチができてここの生地感も無理をしないような構造になると思ったので、かなり個人的な好みですがそういう改良がなされたらいいかなと思いました。まとめとしては思った以上に機動力が高いバックパックだなと思いました。僕は結構旅行に特化したカバンなのかなと思ってこのホリックのワンを使っていたんですが、どちらかというと普段使い用のバックパックとして僕はハマりました。特にいいなと思ったのはここのサイドアクセスのところで、僕はこういうモンベルの折りたたみ式の抱っこ紐を子供と出かけるときは使うんですが、これがすごくちょうどいい感じに入って非常にアクセス性が高いんですよね。この抱っこ紐はパッカブル仕様でここにガーって
入れてしまえば小さくなるんですが、結構このコンパクトにまとめる作業はめんどくさくて、で子供は割と抱っこしたいって言ったり降りたいって言ったり、結構数分単位で要望が変わってくるので、この状態でカバンに収納しておくことが多いんですが、これをメインのスペースに入れてしまうとこう複雑な形すぎて、次取り出す時に別のものがこうついてきてしまったり引っかかって取れなかったりするっていうのが結構悩みでした。このホリックの1は衣類スペースは大きなスペースなんですが、この上部の部分と下の部分大きく2つに分かれていて、さらにこの下のところがこのボトルポケットとサイドポケットでこう場所を共有しながらも大きめのスペースが3つに分けられているので、こういうごちゃっとしたものを1つのポケットに入れて、かつ別のスペースを邪魔しない、この使用感が非常に優れているなと感じました。この衣類スペースの使い勝手とデザイン性が増したら、かなりいろんなシチュエーションで使えるバックパックになるんじゃないかなと思います。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバックパックのレビューや日々に役立つ情報を発信しています。もう一つのチャンネルのエミグラムでは、言葉では伝えきれないバックパックの魅力を 4K 映像で隅々まで見ることができます。そちらもぜひチェックしてみてください。X、TikTok、Instagram もやってます。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。